どうもこんにちは、福山茂です。今回の YouTube のテーマは産前産後休業と育児休業です。今回の内容について、1、出産育児にまつわる制度、2、産前産後休業、3、育児休業、4、女性活躍推進少子化対策のために、これらについて説明していきます。1、出産育児にまつわる制度。出産育児に対しての法的休暇制度は産前産後休業と育児休業です。事業主は制度の利用や申し出をした労働者について不利な扱いをしてはいけません。労働していない時期について事業主からは無給でも構わないです。無給では生活に困りますから社会保険制度にて給付金の制度があります。今回の動画では給付金の説明があり、金のカテゴリーと重なる内容かもしれません。ただ、出産育児に対して安全と時間を得るための制度が本質だと思うので、時間のカテゴリーとして説明します。2、産前産後休業、母体を保護するためのもので出産前後のお休みです。まずは産前休業です。事業主は6週間以内、他児の場合は14週間に出産を予定している女性が休業を要請した場合、働かせてはいけないです。ただ、本人から休業の要求がない場合は、法律上引き続き働いてもらっていいです。これはちょっと驚きですね。大体の方は本人から請求されると思いますが。次に産後休業です。産前とは違い、産後8週間を経過しない女性を原則働かせてはいけないです。ただし、産後6週間を経過した場合で、医師が支障がないと認めた業務に就かせることは差し支えないとされています。ちなみに、出産日当日は産前に含みます。なので、産後休業は出産日の翌日からカウントします。そして産前産後休業の各種給付金です。まずは社会保険料免除です。年金事務所へ申請、事業主と労働者ともに免除になります。次に出産育児一時金です。健康保険より一時につき42万円です。ただし、産科医療保障制度に加入していない医療機関で出産した場合は 40.4 万円です。最後に出産手当金です。健康保険より1日につき支給開始日以前12ヶ月の標準報酬月額を平均して30日で除した額の3分の2が支給されます。3、育児休業。1歳未満の子供の養育のために原則として1回に限り育児休業をすることができます。例外です。1歳6ヶ月まで可能なケースです。まず、保育園への入所困難な場合です。そして1歳以降に子供の養育をする予定であった配偶者が死亡、負傷、疾病などにより養育が困難な場合です。次に1歳2ヶ月まで可能なケースです。両親が共に育児休業を所得した場合です。そして育児休業の各種給付金です。まず社会保険料免除です。年金事務所へ申請、事業主と労働者ともに免除されます。次に育児休業給付です。雇用保険より賃金日額×支給日数 ×67% の支給です。育児休業の開始から6ヶ月経過後は 50% の支給になります。4. 女性活躍推進少子化対策のために、現代では女性活躍推進が提唱されています。各企業においても女性の正規雇用だけでなく役職者の任命も大切です。また職場においては女性の重要なライフイベントである出産育児に対して尊重するためにも各種制度を理解する必要があります。そして男性も育児に対応できるような社会に進むことで少子化対策にもつながるのではないかと考えられます。今回は産前産後休業、育児休業について説明しました。私事ですが、僕は訪問看護ステーションの会社設立を予定しています。女性の多い会社になると思うので、今回の動画作成は良い機会になりました。今回の内容が皆さんにとって良い機会になれば幸いです。以上です。ご視聴ありがとうございました。今後も一緒に人生資源について勉強しませんか？もしよかったらチャンネル登録のボタンをクリックしてください。それではまたよろしくお願いします。